こんにちは。日本語学習ポッドキャストへようこそ。皆さんこんにちは。日本語の旅へようこそ。僕はホストのレンです。今日も素敵なゲストひなさんと一緒に日本語と日本文化を深く楽しんでいきましょこんにちは。ひなです。今日のテーマを聞いてから懐かしくてたまらない気持ちになっています。懐かしいというのは過去のいい思い出が心に浮かんで温かい気持ちになるという意味です。う。今日のテーマはまさにその懐かしい気持ちにさせてくれるもの、日本の学校生活です。学校生活というのは学校で過ごす日々の生活全体のことです。勉強だけじゃなくて友達との時間、部活、給食、全部ひっくるめた学校での毎日のことですね。これは日本文化に興味がある方、アニメや映画で日本の学校シーンを見たことがある方にも絶対楽しいテーマです。絶対というのは例外なく確実にという意味ですよ。日本の学校はドラマや映画で描かれるイメージと実際はどう違うのか、そのあたりも話せたらいいですね。いいですね。まずはひなさん、日本の学校の構造から教えてもらえますか？小学校、中学校、高校、それぞれ何年生なんでしょう？構造というのは全体の組み立て、仕組みのことです。日本の学校制度は633制と呼ばれています。小学校が6年間、中学校が3年間、高校が3年間です。小学校と中学校は義務教育で、義務教育というのは国がすべての子どもに受けさせることを義務付けている教育のことです。つまり無料で必ず通わなければなりません。高校は義務教育ではないんですね。でも実際に高校に進学する人はどのくらいいますか？進学するというのは次の学校に上がることです。日本は高校進学率が約98%と世界でも非常に高い国の一つです。進学率というのは上の学校に進む人の割合のことです。ほぼ全員が高校に行くんです。そして大学や専門学校への進学率も年々上がっています。年々というのは毎年少しずつという意味です。教育熱心な国ですよね。教育熱心というのは教育に対して強い関心と情熱を持っているという意味です。学年が始まるのも日本は少し特徴的ですよね。4月から始まるんでしたっけ？そうです。日本の新学期は4月から始まります。新学期というのは新しい学年や学期が始まることです。桜の季節に新しいスタートを切るのが日本の春の風物詩です。風物詩というのはその季節を代表する特徴的な出来事や光景のことです。入学式の写真に桜が写っているのはそのためですね。アニメや映画でよく見る桜舞う入学式のシーンはリアルなんですね。あれは演出じゃなかった。では、日本の学校の一日の流れを教えてください。朝から放課後までどんなスケジュールになっていますか？放課後というのは授業が全部終わった後の時間のことです。典型的な日を紹介しますね。典型的というのはその物事をよく表す代表的な例という意味です。だいたい朝8時前後に登校します。登校というのは学校に行くことです。そして朝のホームルーム。ホームルームというのはクラス全員が集まって連絡事項を確認する短い時間のことです。それから1日4から6時間の授業が始まります。授業の科目はどんなものがありますか？日本の学校では何を学ぶんですか？国語、数学、理科、社会、英語の主要5科目がメインですが、それ以外にも音楽、美術、体育、家庭科、道徳なども学びます。道徳というのは正しい行いや考え方、人として大切な価値観を学ぶ科目です。最近は情報、コンピューターの授業も必修になっています。必修というのは全員が必ず受けなければならないという意味です。道徳の授業があるのは日本らしいですね。お昼はどうなっていますか？お弁当？それとも食堂がありますか？これが日本の学校の大きな特徴の一つ。多くの小学校と中学校では給食があります。給食というのは学校が毎日提供する栄養バランスを考えた食事のことです。生徒がランチを持ってくる必要がなくて、毎日違い献立が出てくるんです。献立というのはその日の料理のメニューのことです。給食、懐かしい。揚げパンやカレーライスの日は特に嬉しかった記憶があります。
揚げパンというのはコッペパンを油で揚げてきな粉や砂糖をまぶしたもので、給食の定番人気メニューです。揚げパンは本当に人気ですよね。そして日本の給食には特別なルールがあって、先生も一緒に食べます。さらに当番制で生徒自身が給食を配膳します。配膳というのは食事を食器に入れて運ぶことです。これも教育の一部なんですね。先生も一緒に同じものを食べるんですね。それは絆が深まりそう。絆というのは人と人との深いつながり、特別な関係のことです。外国の方から見るとかなり珍しいシステムだと思いますよ。日本の学校といえば制服も有名ですよね。制服というのは学校が定めた決まったデザインの服のことです。どんなものがありますか？制服は学校によって全然違いますが、男子は学ランかブレザー、女子はセーラー服かブレザープラススカートが多いです。学ランというのは黒い爪入りの上着に黒ズボンという昔ながらの男子学生服のことです。セーラー服は海軍の制服に似たデザインの女子学生服です。学ランとセーラー服はアニメや映画でよく見ますよね。あれは本物だったんですね。でも最近はブレザーが増えているんですか？最近は男女ともにブレザーのスタイルが増えていますね。スラックスやスカートを選べる学校も増えていて、選べるというのはどちらかを自分で決められるという意味ですが、ジェンダーへの配慮が進んでいます。ジェンダーへの配慮というのは、性別に関する多様な考え方を尊重することです。制服に入っている色味や材質も学校によって違いますね。制服の他にも日本の学校には独特のルールがありますよね。独特のというのはその場所だけに特有の、他とは違うという意味です。どんなルールがあるんですか？いくつかあります。まず有名なのが上履きです。上履きというのは校内専用の靴のことで、学校に着いたら外靴から上履きに履き替えます。靴箱というロッカーに外靴をしまうんです。学校の中をきれいに保つための習慣です。学校でも靴を変えるんですね。それは外国の方にはとても新鮮な体験だと思います。日本の靴を脱ぐカルチャーが学校にも反映されているんですね。そうです。さらに多くの学校では時間があります。生徒自身が教室や廊下、トイレまで掃除します。廊下というのは教室と教室をつなぐ通路のことです。清掃業者がいないんです。自分たちの学校は自分たちできれいにするという考え方です。トイレも生徒が掃除するんですか？これは外国の方に一番驚かれる日本の学校文化の一つじゃないでしょうか。清掃業者というのは建物の掃除をするために雇われる専門の会社や人のことです。そうなんです。掃除を通じて勤労の大切さや共同作業を学ぶという教育的な意図があります。勤労というのは真面目に働くことです。共同作業というのはみんなで力を合わせて一つのことをすることです。日本の教育形態は勉強だけでなく人として大切なことも教えようとしています。放課後の部活動についても話しましょう。部活動というのは学校が主催するクラブ活動で、スポーツや文化系のさまざまな活動があります。日本の学生生活において部活はとても大きな存在ですよね。部活は日本の学生生活の中心と言っても過言ではない。過言ではないというのはそう言っても言い過ぎないという意味の表現です。野球、サッカー、バスケ、テニスなどのスポーツ系から吹奏楽、美術、演劇、書道、茶道などの文化系まで本当に多様な部活があります。ひなさんは学生時代にどんな部活に入っていましたか？私は中学高校と吹奏楽部に入っていました。吹奏楽というのは金管楽器、木管楽器、打楽器で演奏する音楽のことで、英語ではブラスバンドと言います。毎日放課後2から3時間練習して、週末も大会やコンクールがあって本当に忙しかったです。週末もあるんですか。部活の練習量はかなりハードですよね。ハードというのは大変で厳しいという意味です。日本の部活面下の厳しさは海外でもよく話題になりますよね。そうですね。日本の部活文化は根性を重視する面がありました。根性というのは辛いことでも諦めずに続けようとする強い精神力のことです。最近は練習時間を制限したり、働き方改革ならぬ部活改革も進んでいますが、それだけ部活が生活の大部分を占めていたということです。占めるというのは全体の中でその部分が大きな割合を持つという意味です。部活改革。でも部活を通じて得るものも大きいですよね。先輩後輩の関係なども部活で深く学ぶと聞きます。まさに先輩後輩の関係は日本社会を理解する上でとても重要です。先輩は自分より先にその組織に入った人、後輩は自分より後に入った人のことです。先輩を敬い後輩の面倒を見る、この縦のつながりの文化は部活で強く体験します。
縦のつながりというのは上下関係のある人と人との関係のことです。先輩後輩の関係は職場や社会に出ても続きますよね。学校の部活動がその練習の場になっているんですね。練習の場というのは実際の社会に出る前にスキルや習慣を身につける場所のことです。日本の学校生活を語る上で避けられないのが受験ですよね。受験というのは学校の入学試験を受けることです。日本の受験文化はとても独特でプレッシャーも大きいと聞きます。そうですね。日本では中学、高校、大学、それぞれに入学試験があります。特に大学受験は受験戦争と呼ばれるほど競争が激しい。受験戦争というのは大学の入学試験がとても競争が厳しく、まるで戦争のようだという意味で使われる表現です。受験戦争という言葉は強烈ですね。塾という存在も日本特有ですよね。塾というのは学校の授業とは別に通う民間の補習・受験対策専門の教育機関のことです。多くの生徒が学校が終わった後に塾に通います。放課後は塾という生活を送る中学生、高校生はとても多いです。特に受験前の時期は深夜まで勉強するという生徒もいるくらいです。深夜というのは夜の11時、12時以降の遅い時間帯のことです。受験生という言葉も日本特有ですよね。受験を控えた学生を表す言葉で、その期間は特別な扱いをされることもあります。大変な時期ですが、それを乗り越えた達成感も大きいと聞きます。達成感というのは、目標を成し遂げた時の充実した満足感のことです。大学合格の合格発表の日は本当にドラマチックです。合格発表というのは試験に受かった人の番号が発表される日のことです。掲示板に番号を探しに行ったり、最近はネットで確認したり、あの瞬間の緊張感は一生忘れられません。野菜じゃなくて楽しい学校行事についても話しましょう。学校行事というのは学校全体で行う特別なイベントのことです。どんな行事がありますか？たくさんあります。まず体育祭。体育祭というのは学校全体で様々な競技を行う運動会のことです。学校や地域によっては運動会とも言います。クラス対抗で競うので、勝った時の喜びは本当に最高です。体育祭の騎馬戦や棒倒しはアニメでもよく見ますね。騎馬戦というのは何人かの生徒が馬の形を作って、その上に人が乗り相手の鉢巻きを取り合う競技のことです。騎馬戦は毎回盛り上がりますよね。そして文化祭も最高です。文化祭というのはクラスや部活ごとに出し物や展示を行う学校のお祭りです。お化け屋敷、演劇、クラスで喫茶店を開いたり、本当に自由で楽しいです。出し物というのは人に見せるために準備したパフォーマンスや展示のことです。クラスで喫茶店。それは楽しそう。喫茶店というのはコーヒーや軽食を出すお店のことです。文化祭はアニメでもよく舞台になりますよね。あのワクワク感は本物だったんですね。完全に本物です。他にも修学旅行があります。修学旅行というのは学校が企画する教育を目的とした泊まりがけの旅行のことです。小学校は国内、中高では京都、奈良や沖縄、高校では海外に行く学校も増えています。クラス全員で一緒に泊まる体験は本当に特別で、学校生活の中でも最高の思い出の一つです。修学旅行の夜、消灯後に友達とこっそり話す。そんな思い出ありませんか？消灯というのは決められた時間に電気を消して就寝する時間のことです。ありますあります。ルール割りのドキドキ感。先生に見つかりそうになった時の緊張感。あれも良い思い出です。最後に、日本の学校生活で外国の方が最も驚くことは何だと思いますか？やっぱり掃除を自分たちでやることと給食の配膳当番じゃないでしょうか。それと靴の履き替え。でも一番は学校生活全体を通じて集団の一員として行動することを学ぶ、その文化だと思います。集団というのは複数の人が集まって一つのまとまりになっているグループのことです。個人より集団を大切にする日本文化が学校生活に全部現れていますよね。個人というのは一人一人の人のことです。掃除も給食当番も部活の先輩後輩関係も全部つながっています。今日は日本の学校生活について本当に充実した時間でした。学校の構造、一日のスケジュール、給食、制服、掃除当番、部活、受験、体育祭、文化祭、修学旅行、本当に盛りだくさんでしたね。
充実したというのは内容が豊かで満ち足りているという意味です。日本の学校生活は勉強だけじゃなくて人としての生き方を学ぶ場所でもあると思います。掃除を通じた勤労の精神、部活を通じた先輩後輩の礼儀、給食当番を通じた協力の大切さ、全部が教育なんですよね。日本の学校文化はアニメや映画で世界中に知られていますが、実際に体験するともっと深く、もっと面白い。体験するというのは実際に経験するという意味です。リスナーの皆さんも、もしいつか日本に来る機会があれば、学校に関連した場所や文化にも注目してみてください。今日のポッドキャストを聞いて日本の学校に通ってみたくなった方もいるかもしれません。もしそう感じたらそれがこの番組の最高の成果です。成果というのは努力の結果生まれた良い結果のことです。ひなさん、今日も本当にありがとうございました。リスナーの皆さん、楽しんでいただけたら高評価、登録、シェアをよろしくお願いします。今日のキーワードを一つ挙げるとしたら、集団の力。また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら、ありがとうございました。